公開シンポジウムを始めたいと思います。最初にこのシンポジウムの趣旨とスポンサー等についてお話したいと思います。本シンポジウムはですね、スポンサーのオーストラリア政府とそのオーストラリア大使館の一部である5日交流基金の支援を受けて開催しております。でまた企画にあたりましては、オーストラリア学会の協力を仰いでおります。で、その関係を移しますとこういうふうになります。5日交流基金とオーストラリア政府と日本オーストラリア学会、それに若干私の科研の資金もつぎ込んでますので、一応兄弟のロゴも入れさせていただきます。それではそのスポンサーのですね、5日交流基金というのはどういう活動をやっているかというのを示したのがこのスライドなんですけれども、こういうですね、こういう基金とか、あるいはオーストラリアに学位を取りにですね、PhD のための取得のための奨学金を出す。これがですね、先月ありましたオーストラリア大使館であったその奨学金の授与式と、これは研究、こちら、この2人は業績に対して出されたカーニールなんとか賞というですね。でこの2人はこれからキャンベラの ANU に、留学される。こちらが一橋の学生、こちらが早稲田の学生。8月に留学されるというその奨学金の授与式に参加しています。こういうことをやっています。だから本シンポジウムの趣旨ですけれども、いくつかありまして、今日本とオーストラリアの関係は特に最近は中国に抜かれましたけれどもですね、日本はオーストラリアの最大の輸入国、そして、オーストラリアの輸入についてはまだ日本の方が大事。ところが逆の方、オーストラリアが輸出する相手としては今中国に抜かれているんですね。いずれにせよ日本はそのオーストラリアにとっての非常に重要な市場であると。でそのことがオーストラリアは歴史的にですね、もともと宗主国イギリスの経済発展に支えられていたんですが、イギリスが1973年に EU に加盟してからはその大きな市場を失ったわけですね。でそれにとって変わったのが日本の高度成長の過程で日本の農業もどんどん日本が縮小してオーストラリアに食料を頼る、そして資源もオーストラリアに頼る。そのことがオーストラリアの経済発展も支えたというような関係があります。そして今一番ホットな問題は5日 FTA が今現在交渉中なんですね。でそのことも非常に大きな問題になっておりますし、でさらにもう一つホットな問題はオーストラリアの前の首相ですね、ハワード首相はかたくなにですね、アメリカのブッシュと協調して、京都議定書を批准しなかったんですね。それが去年の11月にラッド首相が誕生しまして、その就任と同時に、批准したということがあります。そして今、オーストラリアでは2年連続でですね、100年に一度の大干ばつというのに見舞われている。でそのために酪農、畜産、ガタガタでですね、牧草が育たないから酪農のためになって、そのために日本へナチュラルチーズ、バターの原料も入ってこない。それで日本のスーパーマーケットからナチュラルチーズ、バターが消えてしまったという影響も出てきてるんですね。これですか、こっちのスライドに出てくる、動画に出てくると思いますけど、日本のマーケットからバターが消えたという、それもこのオーストラリアの干ばつが原因なんですね。そして、こういうことから貿易、環境、農業における状況がですね、日米関係に大きな影響をもたらしている、そういう重要な対象なんですけれども、日本でですね、オーストラリアに対する関心は決して高くない。それでこの公開講座の目的は、オーストラリア学会の会員だけでなしに広く一般にですね、日本の若手研究者にオーストラリアの研究に関心を持ってもらいたい、そういう趣旨なんですね。それでこれは今期は2回目です、2期目です。第1期目は慶応大学を担当したんですが、その時は国際関係を中心にやったんですけれども、今回2期目の
兄弟での公開講座はここに書きましたように、食料資源環境に関する経済的側面に焦点を当てます。でその中で、今まで1回目2回目3回目とやりましたけれども、今回はですね第4回目で西オーストラリアの農地に関する生物多様性の保全問題ということで報告していただきます。でこれも先ほど言いましたけれども、昨年度は慶応大学が5回のシンポジウムを実施した。それで、兄弟が2期目ですけれども、兄弟でも今回4回目、あと1回やって5回計画しております。それでこれとの関連イベントとしましては、6月の9日にですね、先ほど言いましたオーストラリアの首相が訪問されました。そして兄弟で報告されたんです。これ報告されたその日の夕方に、NHK でいう、日本でいう NHK の7時のニュースみたいなメインのニュースで報道されているんです。質問された内容も報道されている。これがその時の、光景ですね。ラズの首相。それこれは過去の第1回目のバリー・ブルックさん、第2回目のジョン・ワッツさん、第3回目のミシェル・ジョンということです。それで今日のシンポジウムはこちらにおられるドクター・ベン・ホワイトにその生物多様性の保全問題について報告したということで、このベン・ホワイト先生は今現在西オーストラリア大学のですね、農業資源経済学科長教授で兼学会長で、学位はもともとはイギリス人で、ユニバーシティ・オブ・ニューキャッスル・アポン・タインで学位を取られまして、資源環境経済学者から食料環境経済学者で、もう3冊ほど本書かれてて、そのうちの1冊は日本語に訳されています。ということで、それでは早速ベン・ホワイト先生に講演を始めていただきたいと思います。それでですね、講演終了後は若干10分ほど休憩した後にディスカッションに入りたいと思いますが、その間ですね、隣に休憩室を用意しておりますので、適宜ご利用していただきたいと思います。以上です。I'd like to thank Professor Kagasumi, the Australia-Japan Foundation, Kyoto University and Austudy for funding this visit and showing me hospitality here in Kyoto. まず最初に今回、私はこちらの方を訪問する機会を得ましたことを、加賀爪先生、それから5日交流基金、そして京都大学の方皆様に御礼を申し上げたいと思います。This is my first time in Japan, so I'm finding everything very different and very interesting. 日本へ参りますと今回が初めてでありますので、すべて非常に今興味深くいろいろ経験させていただいております。The topic of my talk is biodiversity conservation on Western Australia's farmland, and I would like to address a particular problem. で今日私がお話しさせていただきますのは、西オーストラリア農地におけます生物多様性の保全についてであります。でそれについて、どういった問題があるのかということをお話ししていきたいと思います。That problem is how to conserve biodiversity in a region with a highly fragmented native vegetation, which we call the bush, within an agricultural landscape with limited resources available from public funds. でまずその問題といいますのは、非常に限られた公的資金しかない中で、どのようにして農業地におけますこういったバラバラに分かれているこの自然植生、オーストラリアの場合これをブッシュと呼んでいるわけですけれども、そういった場所において生物多様性を保全していくのかということであります。In economic terms, we're looking at
trying to invest optimally in an environmental public good, which is actually quite hard to, quite difficult to measure, is stochastic or uncertain, and changes gradually through time. そして、経済的にいうところの結局、適正な投資というものを、こういった非常に、測定あるいは管理の難しいこういった環境に対して、どのように、投資していくのか、そしてまたこういった環境のこういう公共財というのは非常に、確率論的に見るのも難しいですし、また時間とともに変化するのですから、それに対してどのように適正を投資をしていくのかというのは非常に難しいことであります。Before I start analysing this problem, I'd like to give a definition of biodiversity. でこういった問題を分析していきます前に、まずこの生物多様性とはどういったものかということをまず定義づけていきたいと思います。Biodiversity is the diversity of life. It includes the variety of species, the genes they contain, and the ecosystems of which they form a part. In its broadest sense, biodiversity includes all the ecological and evolutionary interactions between the genes, species, and ecosystems.Including ecosystems processes. 生物多様性というのはいわゆるそれぞれの生物が多様にあるということであります。その中には多様のいわゆる種、そしてそれからその中に含まれますそれぞれの遺伝子、そしてその一部でありますいわゆる生態系すべてを含むものであります。そして広い意味におきましてこの生物多様性というものの中には生態的なそしてまた進化的なすべての相互作用を含むものであります。この相互作用といいますのは結局遺伝子間のそれから生態種の間のそれから生態そして生態系プロセスの中のすべてを含むものであります。And we can ask the question, why do we want to conserve biodiversity? And we view biodiversity as being a fundamental part of Australia's natural wealth. It is part of the infrastructure that underpins industries like tourism and agriculture.そしてではなぜこういった生物多様性を保全していくのかしていきたいのかということでありますけれども、この生物多様性といいますのはオーストラリアの自然的財産の非常に基本的な部分であるわけです。つまり、オーストラリアの非常に重要な産業であります観光、それから農業というものの全てを支持するいわゆるインフラ基盤でありますし、また私どもの住んでいる人々を全ていわゆる特徴づけるものであります。But apart from its value in terms of economics, then we should also remember that there's a cultural importance to biodiversity in that it's part of our plants and animals are part of being Australian, and it's hard to imagine an Australia without kangaroos. そして、経済的な価値以外にもこういった生物多様性というものは文化的にもオーストラリアそしてオーストラリアの人々にとりまして重要なものであります。カンガルーのいないオーストラリアなんて私どもは考えられません。But at the same time, whilst biodiversity is valued, it's actually difficult in economics to value it exactly, because it's a non-market good, a good that's not traded on the market. そしてこの
生物多様性というものは非常に価値のあるものなわけですけれども、非常にこれを経済的に評価する、経済的な価値を見つけるというのは難しいものであります。というのは、この生物多様性というのは市場でいわゆる